欲しいのかな。いきなりいいですか。皆さんこんにちは、こんばんは。ご紹介いただきました山本純一です。そして、僕は稲田と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。座りますか。じゃあ座りましょうか。座ります。すみません、座ってくれということなので座らせていただいて、まずそうですね、稲田さんも緊張してるんですけど。緊張してます。大丈夫ですか。はい、しょうがないですからね、これね。はい、よろしくお願いします。いいですか。はい、はい。稲田さん、今、紹介にあった通り、現世界チャンピオンということで、トライアスロンの世界で、このアイアンマンという競技をやってるのが、稲田さんなんですけども、トライアスロンっていうのを知ってる方ってどれぐらいいらっしゃいますかね。ありがとうございます。そのまま上げたまんまでいただいていいですか。トライアスロンやったことがある方はそのまま上げ続けてください。やったことある。さらにアイアンマンである方はそのまま上げっぱなしで。ありがとうございます。今ね、皆さんトライアスロンは知っててもアイアンマンをやったことある方がこの会場にいるだけでこれだけ減ってしまうという、その中のアイアンマン、さらにその世界選手権があるんですけども、その世界選手権で昨年世界チャンピオンになった稲田さんです。ね、ちょっとね、稲田さんの凄さをちょっとまず伝えておかないといけないんでね。実際いろんな話があると思うんですけど、稲田さんの簡単にまず最初そうですね、始めたきっかけをちょっとさらっと、話し出すと多分長いと思うんで、途中でブチッと切りますから。いや、話が、いや、これを聞こえるな。きっかけというのはスイムを始めたんですよね。それは60歳定年で会社辞めてからスイムを始めて、これもだけどね、本当に健康維持のために始めたんですけど、それが一つのきっかけで、その後、4年ぐらい後ですかね、スイムとそれからランと一緒になったスイム&ラン、アクアスロンってやつですね、あれを友人と一緒にやったらなんとなく完走できたんで、それからしばらくそれやってたんですけどね、そこの会場にトライアスロンやってる人がバイクで来るんですね。で僕あれバイクで来るのがね、もういやめちゃくちゃかっこいいと思って、で僕はあの年でね、60もあの時69歳になったんですけど、その時に、もう思い切って自転車を買っちゃったんですよ。でそれでしようがなくて、でやってたらやっぱりこれできたら一応3種目できるじゃないかと、トライアスロンやってみようかなというのが一つのきっかけですね。それがちょうど70歳の時で、それからもうハマっちゃって、今もどうしようもないという抜けられないっていう感じです。実際70歳でトライアスロンデビューして、それからっていうのは稲田さんにとって一年一年っていうのはどうでしたか実際。元から多分アイアンマンっていうのは知らなかったと思うんですよ。いやもちろん知りません、とにかくトライアスロンというものができるかどうかっていうことも実際最初は不満だったんですけどね、それが71歳で初めて千葉県の幕張というところであったトライアスロン大会に出たんですけども、その時なぜかちょっと一度落車したからなんかだったんですけど、一応完走できたんで、それで自信というほどではないんですけど、もう時間的にビリビリだったし、もうビリじゃなかったんでね、それでいけるかなということがあったのが運の尽きで、それからそうですね、年間3回から4回ぐらいは近くの首都圏の近くの大会に出るようになって、それが結局はですね、トライアスロンはもちろんショートなんですけれども、51.5 キロの
ですけども、でそれが、3、4年3年ぐらいあったんですかね、やってたんですけど、その後なんとなくこうミドルといういわゆるハーフ、アイアンマンの半分の距離のあれにちょっと出てみようかなと思って、それに、たまたま佐渡であった大会に出たら、それもなんとなく完走しちゃったもんで、そうなんですよ。だからね、もう非常にもうなんかバカみたいな単純なそのお話なんですけどね。それで俺もこれ年だけどもなんかできてるなと。で当時71歳以上っていう人はまずいなかったんで、ダントツ最高齢だったんですけども、一応それでなんかクリアできたしっていうことで、それでなんですかね、これだったらいけるかなっていうんで軽い気持ちで、それ翌年アイアンマンのフルのアイアンマン、これは後藤長崎というところであったんですけども、それに出た。これで見事にこけましてその時に初めて、それまでなんかなんかできるかなっていうことでいい加減で甘く考えてたのが、その時に初めて、ランの途中でカットされて完走できなかったんですね。これがもう最大の屈辱というかなんというか、自分としては年だからしょうがないのかなと一応思ったんですけど、それがあれですね、アイアンマンに固執するというか、のめり込むというか、その一つの大きなきっかけになったんですね。その挫折っていうのがね、あれ挫折しなければねどうかと思うんですけど、挫折しちゃったのはね、結局何としてもアイアンマンやりたいと。いまだにずっとそれが続いてまして、実際こう人間、人、自分もそうなんですけど挫折すると立ち上がるまでに時間がかかるんですけど、稲田さん結局初アイアンマンはダメだったじゃないですか。そうです。その次どうしようって思う。いやだから詳しくて宿へ帰って、泣いてたんですけども、泣いたんですか。いやそれは本当はそれは別なんですけどその時にね、その時ね、これはもう俺ダメだからやめたいとは絶対思わなかったですね。でこれは絶対今度はやってやるぞというふうに思ったんですね。っていうのは自分としてはね、できるという自信があったこともあるんですけどね。だけどそれでね、その時にたまたま役員の人にそういうことをぼやいてたら、僕今千葉県に住んでるんですけど、近くに稲毛インターナショナルトライアスロンクラブっていうのがあって、そこにすごい人たちが集まっていると、オリンピアンもいるとってなことを言われて、そこへ行ってね、ちょっと教えてもらいなさいよと。一人で今までそれまでは一人でやってたんですけどもね、一人じゃちょっととてもことにね、同じような結果になっちゃうから来年やってもだから教えてもらった方がいいじゃないかということを言われて、それでちょっとしばらくね、だけど僕は年寄りなのにね、そんなとこ行ったって相手にされないんじゃないかというふうに最初思ったんですけれども、それでもよし、とにかくいっぺんチャレンジしてみようと思って、しばらくして初めてその稲毛のクラブの門を叩いたんですよ。で行ったらね、いや会費さえ払ってもらえばいいですよって言われていやそれでそうですかそれは誰が言ったんですか。それで入らせてもらってね、それから結局軽度だったね、そのコーチを受けたりなんかして、それまでのトライアスロン、自分のやってたトライアスロンというものとはね、全く違った世界をそこで経験した。でその時にたまたまこの横にいる山本純一さんがその時はまだ現役でやってらっしゃったんですけどね、そのプレイングマネージャーみたいなのでコーチも兼ねてやってらっしゃったんで、
でその時になぜかね、僕あれどういう僕年寄りね、珍しかったのかもしれないけど、声をかけてくれたんですよね、ある時にね。で一緒にちょっと自転車走りますからって言われて、で僕なんかさ、その当時はこの人なんか本当テレビでしか見たことないというか、すごいエリートのねトライアスリートだったんで、僕の雲のみたいな上の人みたいな人がね、僕のことを声でかけてくれたっていうんで、僕すごく感激しましてね。それでもうすぐお願いしますって言った記憶があるんですよ。でそれからとにかくなんかどういうわけだかね、一生懸命僕のこと面倒見てくれるようになってそれで、理由は全然わかんないんですけどね、結局珍しかったんでしょうね。そんなこともあって教えてもらって、いろいろとね、その若いそのオリンピアの人たちとも一緒に練習させてもらったりして、もうとにかくそれまでと全然全く変わった練習で、その取り組みをやってる人たちの取り組み方を見てね、もうすごい感動したですね。要するにね、こんなに一生懸命やるんだと、やったらね、こんなにすごい人ができるんだというふうにね、自分で思ったです。でそれからね、僕は一生懸命やりました。で本当にね、3種目とは言いませんけれども、特にバイクなんかはね、もう劇的に速くなりましたね。これはもうびっくりする速くなりましたね。それは要するに、技術的なことを習ったりなんかしたってこともあるんですけどね。そういうとにかく練習がね、あんなに楽しいものかなというふうに思ったし、それまでね、僕はあんまりなんていうかな、もちろんトライアスロン始める前もそうなんですけど、特になんかにのめり込んでねやるとか、あるいはものすごくこう夢を描いてね、これやりたいみたいなことを思ったこと一度もなかったし、いわば平凡な生活、平凡な人生を送ってきたもんなんで、なんかね、それまでの自分のこの人格っていうのかな、それがね、なんかね全然変わっちゃったような感じですよ。俺はこんなにね一生懸命できるものがねできるんだっていうね、速くなったとかなんとかって別にね、なんかものすごく嬉しかったですね。俺の生きがいというのかな、とにかくこんな面白い競技があるんだというふうにその時に改めて思ったですよ。で実際ね速くなっちゃうとこれね、なんと言ったらいいのかな、自分ではそんな速くなってると思ってなかったんですけどね、やっぱりタイムを見ると速くなってる。で、もちろん同じように練習してる人はそのエリートの人が多いもんで、それから、もちろんエイジの人なんかでも非常に速い人が集まってまして、同じ練習に出てもね、スタートしたら突然いなくなっちゃうという、僕なんか全然もうあっという間にいなくなっちゃうんですよね、バイクなんかだと。で大体次の交差点あたりはひょっとして止まってくれるかもしれない、その次の向こう交差点行ったらもういないというね、そうだから完全に一人旅なんですけれども、だから例えば同じ距離こなしてもね、僕が帰ってくるのはその人たちの倍ぐらい時間かかるんで、バイクでですと、完全に一人旅でマイペースになっちゃうんですけどもね、それでもねやっぱり同じ距離こなしてるし、で実際タイムも速くなってきてる、そういうこともあってね、もうなんだかな、とにかくね練習する時がものすごく楽しいんですよね。で練習する時っていうのはね、必ずこの山本さんにも言われたような、こういうふうにした方がいいよとかなんとかいうあれもあるんですけど、なかなか理解できないんですけどね、コードつきで言ってることが分かりにくい部分もあるんですけど、それをね何回もねこういうこと言ってるんじゃないかということをね考えながらね練習してると、ある時突然パッとね、これじゃないかなという、要するにこれは楽だなというね思う時があるんですよ。でそれがね非常に楽しい。でその次の練習の時はね、それをもう一度確認する作業っていうんですかね、
確認するためにもう一度あれやってみようとやってみて、やってるとやっぱりいいわと。でそのうちねまた別のなんかちょっと他の人から聞いたやり方っていうのがペタリングとかね、そういうのがあって、ね、それもちょっとやってみようかなと思ってやってみたら、これの方がいいかもしれないみたいなね、そういうことがね次々起こってくるんですよ。で僕なんかね本当今これやたら年取っちゃったんですけど、そういうのね繰り返していて、その時はね全然自分の年っていうのはもう全然考えてないですね。とにかく今が面白い、今が楽しいで、そういうことやってるだけなんで。今84歳じゃないですか。そう4歳なんですけどね。初めて初アイアンマン完走が79歳ですね。そうなんですけど、コナの挑戦が6回、そう6回のうちの2回完走。そう2回しか完走してないんですけどまあ世界選手権ですからね出るのも大変だし勝つのも難しい。そうですね。ただ年取ってる人ってだんだん少なくなってくるでしょ。だから世そのれはね中的にはまあ必然的に減ってきますからね。基本アイアンマンの世界も減ってきますけど、世の中的にも減っていくので、それは多分稲田さんが思ってる以上に多分ここにいる方がなんで稲田さんはそんなに頑張れるんだっていうのを多分思ってると思うんですよ。実際84まで頑張ろうって思う稲田さんみたいになりたいっていう人は多分多いと思うんですけど。いやいや、それはねそんなことないですよ。いやいや、なんかやっててね、いや面白がってやってるといつの間にか84歳になっちゃったということなんで、だから本当にだから84までやろうと思ったわけではなんでもないんですよね。でいつの間にか気が付いたら84になってたというだけの話なんですよね。でたまた今年もあるんですけど、今度85で出るんですけど、そうですね。しかしだから考えてみるとね、85になっててもね、そんな実感全然ないんですよね。である日突然ポフッと言っちゃうかもしれないと思うんですけど、だけどなんかねまだやれるそうな気もするし、で現に今やれてるんで、だから多分あとですね、じゃあ5年先とか10年先じゃないですからね、もう今年ですからね、まず。そう今年ね。まずはだから今年85、89って新しいカテゴリーで、今年出るんですけど、まず1人しか出る人はいないと思うんですけど、そこ突然出てくる人もあまりいないと思いますけど、ぜひちょっとじゃあそこら辺の今年にかける意気込みじゃないですもんね、もうね。やるべきことです、ね。そうですね。今年はもう初めて85歳代で出るんですけど、去年の84歳で出た時の時に、あの時も一人しかいなかったんですけどね、僕しかいなかったんですけど、一応完走すれば優勝ということで、優勝一応なんとなくギリギリだったんですけれども完走できて、あの時はだから84歳で完走した人っていうのはこれまで記録ないんで、一応世界最高齢の完走者というそういうことに、なっちゃったんですけど、だからそれを今年はなんとかその記録を更新して、自分の持ってる記録を更新して、さらに、85歳代のもちろんチャンピオンで世界最高齢のさらに1歳更新した男ということでですね、表彰台に立ちたいなとそうですね思ってます。今年だから85、89の新しいカテゴリーができて、これで完走すればギネス記録、世界最高齢であり、これで完走するとその記録が世界最高記録になるので、
実際80、84の記録も稲田さんが80歳に時に出した15時間38分というのがいまだに世界記録として残っているので、そうすると今年完走すると、2つの英字にまたがって記録を持っているのは、世界中探して稲田さんだけになるので。拍手。ありがとうございます。いやまだまだ話聞いて